大学を卒業してすぐ翌月に人生初の海外に、オーストラリアのメルボルンにワーホリで行きました。あそこで、履歴書を5、60件持って行ってやっと採用もらって、バリスタとして働き始めたのがきっかけです。はい、あれはあまり良くない出方なんで、そういうのを朝調整するって感じです。コーヒー豆の引き具合、豆の引かれぐらい粗かったり細かかったりっていうところを基本的にはメインで調整します。コーヒーの面白いところは焼肉とかと一緒なんですけど、スーパーで買ったお肉も松坂牛も焦がしてしまうと同じ味になってしまうんですね。こう焦げたような味に。けどコーヒーも一緒で焙煎を深くしてしまうともう炭みたいな味になってしまうんですけど、それをちょうどいいところで、止める、いわゆる浅煎りで仕上げるとコーヒー本来のフルーツの味、グレープとか、マスカットだったりリンゴだったりっていうような繊細な味を楽しめるのがすごい面白いところだなと自分は思ってます。
オーナーが結構怠け者なのでコーヒーいっぱい飲んで怠けてゆったりしてください。お願いします。カフェラテだったりとかアメリカーノみたいなエスプレッソ系にはオールプレスなどの豆を使っていて、オールプレスブレンドを使っているんですけど、すごい絶妙なバランスで毎日飽きのこない味なので皆さんにおすすめです。大室さん出ちゃうんですけど大丈夫ですか？僕はもうお客さんに聞いてるんで。アイスコーヒーがハンドドリップ、アメリカン水した1230円です。ハンドドリップではサークルコーヒーさんの豆を使っていて、基本的に浅入りのコーヒー豆、ネガティブな酸味っていうよりはブドウだったりとかリンゴみたいな美味しい果実味を味わってもらえるので、ぜひ試してみてください。
レシート入れます。大丈夫です。お願いします。いや、そう、もう毎日やってるんで。自分の持ってる知識とか経験則からお客さんがその時今何を飲みたいのか予測して一杯を作って、お客さんがコーヒーを飲んでくれて、思わず一口目飲んだ後にすぐ二口目に口つけてくれたりとかっていう時がやっぱ嬉しいですね。あとはおかわりをしてくれた時とかすごいやりがいを感じるので、バリスタとして楽しいところだなと思いますし、この仕事を私はずっと続けていきたいなって感じる瞬間です。
的に今日初？定期的に、いや、全然定期的に。バイバデイジーコーヒーでは美味しいコーヒーとケーキを取られているのはもちろんなんですけど、居心地のいい空間を作ることに心がけてますので、無機質な内装とかガラス張りの自然光だったりとか、あとはEGM だったりフレンドリーなスタッフとの会話だったりというところで、美味しい空間になるように心がけているので、それを楽しんでほしいです。これは何に使うフルーツなんですか？こちらはパフェに使うフルーツになります。フルーツパフェとかプリンパフェとか、そういうパフェの上の飾りに使うフルーツになってます。おお。
桃のピューレを使ってのゼリーになります。今日はラズベリー？今から何作られるんですか？今から桃のカットフルーツ作ります。はい。すごいつるっと抜けます。湯むきするとちょうど皮との間の糖分が離れて、こっち正面。湯むきして、失礼いたします。すごい。わあ、すごい美味しそう。美味しそう。チューくんどうぞ。ありがとうございます。すごいね。美味しそう。美味しそう。こんなことから言っていい？いっとく。いっとく。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。味いかがですか？美味しいです。桃が美味しいです。桃が美味しい。はい。
なんか夏が来たなって思います。とっても美味しいです。あ、ありがとうございます。特に桃で、もうやっぱりフルーツが美味しかったので、うん村畑さんさすがですって感じです。今日はどこ県産の。さくらんぼは基本的に山形県。失礼いたします。こちらさくらんぼパフェです。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。完成です。ありがとうございます。のところにあるから、
この店舗の特徴ってどんなところですか？この店舗は地元石川県金沢で、創業110年のフルーツ専門店フルーツ村畑という、果物屋さんが運営している店舗なんですけども、建物自体は、株式会社家元様というところの本社社屋になっておりまして、本当に、ゆったりとした時間を楽しんでいただけるような空間になっているというのが特徴です。でその中でも当社のフルーツ専門店なので、季節のこだわったフルーツを使ったメニューというのを月2回変えるっていうぐらいの頻度で、その中でも年間で一番人気の4月に提供する桃のパフェっていうのがあるんですけども、それが本当におすすめとなっております。季節によってその時の美味しいフルーツのメニューを素敵な空間で召し上がっていただけるっていうのがこの店舗の最大の特徴となっております。銀の卵を目印にお会計に来てくださいっていうようなことをやってるんですけど、結構ここの住宅関係の会社さんなので、インテリアとかそういうのにはすごいこだわってるっていう、食器入れなんですね。そうなんです。実はパカッ、パカッ、すごいそうなんですよ。ちょっと変わった、ありがとうございます。この店舗ならではですね。これがマンゴーピューレです。はい。そして
綺麗。バッチリ。ありがとうございます。今日がね結構いっぱいで、そうですね。今日いっぱいですね。夏は忙しいですか？夏は桃が結構入るんで、今もう落ち着いたんでだいぶもう終わりかけなんで少ないですけど、あそこにもう結構16ぐらい積んであります。今日は40個ですね。もうだいぶ桃は落ち着いたんですけど、7月の初めからずっともうずっと忙しくて結構バタバタで桃の丸いやつは。YouTube 見たよって方とかいらっしゃったりします？いやもうめちゃめちゃ来ましたよ。反応良かったです。YouTube 見てきましたっていう人結構多くて、反応が多くて逆にびっくりしました。結構地方から来た人もいたかな。桃はねもう2ヶ月しかないんで、7月から8月までで。まあただその分短い分品種がどんどん変わっていくんで。好きな人はもういろんな種類をちょっと食べに来たりとかをしてますね。ちょっと前は夏っ子っていうやつが来てましたね。基本的にはその辺は八百屋さんにその時期美味しいものをお任せして、そうですそうです。あ、結構濃いと思いますうちは。であとちょっと塩が入ってるんでちょっとだけアクセントに塩を入れてます。まあ多分全然感じないと思いますけど気持ち的にプリン自体がねそんなに甘くないんでなんでキャラメルちょっと苦めにして、まあ生クリームうち乗るんでシャンティーがなのでプリン自体はそんなに甘くしてないですね。シャンティーうちのは結構生クリーム食べれないっていう人も食べれるぐらい美味しいので、なんでそれもあってそこまで甘さは強めにはしてないかな。
構なシーズンで何度か来ましたね。 4回目とか5回目とかに人もいます56種類あるんじゃないですかね多分。それを全部コンプリートする方とかがいらっしゃる。そうですね、また単純にもう桃が好きなんで、品種が変わるごとにっていうよりは桃を食べに来るっていう人が毎年、今年も来れてよかったっていう人もいらっしゃいますし、こっちはねシャンティーだけで使うやつで、そっちがもうカスタードと混ぜるやつですね。シャンティーって生クリーム、ただのそうです。シャンティーは生クリームと砂糖が混ざってるやつ、なんでもうこれはこれまま使うやつ。もうこの量になると結構大変ですよ、うちのやつは女性のスタッフも作るんで、すごいなと思いますよねパティシエさんは本当に力仕事ですよね、もう男の人が作るならわかるけど、女性も普通にやるんでね、本当すごいですよね。しっかりほぐさないとカスタードのダマというか、ブリンブリンに残っているやつが口に残っちゃうので、初めにしっかり合わせてあげてって感じですね。よいしょ。完成。これはミルフィーユミルフィーユや、はい、うちの看板商品に使います。こんなに使うんですけど、よいしょ。テープ生地は粉、塩、薄力粉と強力粉両方入ってます。で、あとグラニュー糖、トレハロース、あとなんだっけ、あと卵、牛乳、バター、生クリーム、あとちょっとバニラが入ってます。いろいろ入ってるんですね。うちの場合は。
単純にクレープ食べたくて作ってそれをデザートにしてクレープお好きなんですか？メニュー。クレープ美味しいですよね。普段クレープやってないんでうちは。あ、いや、ちょっと。桃好きなんですよね、一番。じゃあ作ってても楽しいですか？あ、全然楽しいですよ。めちゃめちゃ食ってますもん、毎日。ちょうど味見をしなきゃいけないんで、そのカットしたやつを。どうしても、やっぱりね、一個一個個体の味がやっぱりバラバラなんで、どうしても甘さが、ね、全部が全部あるわけじゃないから、やっぱ味見しないといけなくて、でただ、うちのやつって丸々乗ってるやつが結構看板商品で出てるんで、結構ね、言われることもあって美味しくなかったですだから最近ちょっとそれを改善してちょっと初めに出したタイミングでなんかあんま美味しくなかったら一声かけてくださいってことを言うようにして。甘くなかったって言われた場合はどうするんですか？あ、買えます買えます。なんか上の桃を変えて上の桃丸々1個乗ってるんで、それを、もう今度はカットした状態で提供して、多分もう丸い桃撮影終わって食べた後なんで、全然丸を撮影したのはもう終わってるはずなんで、だからカットしたやつ味見してこっちでそれを提供してます。ちゃんと多分もうちょっとしたら始まりますよ、桃の皮むき大会は。もう何個仕込まれますか？パーティーが18の丸が1、多分丸14ぐらい。結構多い。普通に多い。そんなにある？うん。1日50、60ぐらい桃切ってますね、多い時は。あんまり早くやりすぎてもやっぱ変色とかしてきちゃうんで、変色しないように頑張ってるんですけど、いっぱいあるから早めに始めようもできないんで時間内に頑張って終わらせて。変色とかもやっぱしやすいんで、割と気使ってやらないと。特に7月8月頭の桃はめちゃめちゃ柔らかかったんでね、ちょっと力強い系だから握りつぶさないで。
もうこんな感じ、もう手作業で、てっぺんがこういけたじゃん。なんできれいにいやでも中途半端に多分止まる。もう動けなさそうな子たちだな。ちょっと前にやってたいちじくのパフェがあって、それ試作食べたんですけど、ここ最近食べたパフェの中で一番美味しかったっていう感想は言いました、前田さんに。あれはすごい美味しかったです。キャラメルクリームといちじくの赤ワイン煮とかも入ってたりとかしてて、営業してない時とかにキッチン自由に使っていいよって言われてるので、個人的なそのクッキーのネット販売とかさせてもらったり、あと定休日にお店を1日借りて友達と曲がりカフェとかをやってて、そういうので結構使わせてもらってます。すごい面倒見がいいんですね。でもそういうのはすごい応援してくれてます、結構。クッキーのオンラインを不定期でやっていて、お店に置いていいよって言ってくれてるので。夜のカフェやってるっていうのはなんか見たんですけど、夜カフェはリスカフェでやってます。から夜は基本前田さんはノータッチなので、もう自分たちで好きなことやっていいよって言われてるんで、自分たちで大体私たちと、あとそのもう一人のパティシエの子でメニュー全部考えて週1でやってます。土曜日だったり水曜日が多いですかね、ほとんど。カフェのメニューも出してて、それにプラス夜カフェでしか食べれない限定のメニューとかも少しずつ出したりとかしてるんですけど、ちょっと試作したやつは必ず見てもらって、それで OK が出たら出してます。抜けました。 OK。うん、大丈夫でしょ。スタッフさんがすごいキッチン使わせてくれるって感謝してます。まあまあ使ってない時間帯なんで全然問題ないですね。やっぱ応援したくなりますか？自分もそういうやっぱりね、自分もそういう時期があったんで、やっぱりせっかくうちで働いてくれるんだったらね、なんかできることはしたいなとは思いますよね。やっぱりね、自分の店持ちたいとかいう子はやっぱ多いから、自分もそうだったんで、そのために始めたからね、せっかくだったら応援してあげられるなら応援したい。
きくちゃんお願いしていい？ほう。こんにちは、どうぞ。お好きなお席どうぞ。きくちゃんバーナーつけといて。これはコーンミルクブリュレゴージ。甘じょっぱい系ですか？そうですね。甘じょっぱい系です。焼きとうもろこしも入ってて、で醤油も入ってるんで、なんかお客さんが前言ってたのは夏祭りみたいな感じで食べれましたみたいな感じで言ってましたけど、ふんわりやってこれを中に閉じ込めるというか。でこれさっき作ったクレ。で完成。自家製のすももシロップです。さっきの本物コンポート、ほぼコンポートじゃないですけど、うちの場合はほぼフレッシュな状態なので。これはミニサイズですか？こっちはちっちゃいから、ミルフィーユとセットになってる。かき氷とのセットです。好きなお席どうぞ。ありがとうございます。もうこれで終わりです。クレープにできてないのか。
聞こえた。こんにちは。ちょっと酸味があるね。かき氷のすもものシロップ。右をしながらさらに仕込む大変ですね。今日はねまだスタッフがいてくれるからできるこれがあと一人だけだったらできない。かき氷が出れば出るほどやっぱりシロップもなくなっちゃうから仕込んでいかなきゃいけない。果汁と砂糖と、あと水飴がちょっと入ってます。水飴入れるとそのとろみが出てくるんですよね。この水分は砂糖とこいつ自体の水分だけで、水は全く入れてない。ちょっとまだまだ時間かかりますね。これ止めときます。そしたらよかったですね、帰ってきて。
ああ、またやりますよ。来月一応始まるんで、9月の木曜日、毎週。普通にコンセプトとか、初めの、あとは実地だったり、もう本当に始める初期の段階のこと、あとお金関係だったり、あと SNS の運用とか、あとは融資とか、あとクラファン。自分もクラファン何回かやってるんで、それの話とか。お菓子作りはじゃあしないで。ありますあります。そうなんだ。生徒さんの希望によって変えるんで、で何勉強したいかによってお菓子の教育、お菓子を習うか、あとは料理とか、選べるように。で最後にワンデーカフェ、自分たちで1日カフェをやってもらって体験する。あとは外部講師とかも呼んで、他のカフェのオーナーさんだとか呼んで話聞いたりとか、そういうのも入れてます。全然少人数でやってるんで、今回も少ないですけど。気をつけて。ありがとうございます。